柴犬を飼ってみて大変だった現実ランキング第5位、バッタハント事件。私が豆柴きなしゃんをお迎えした後に目の当たりにした衝撃の光景。それがきなしゃんがお散歩中にバッタやトンボ、カナブンといった虫を追いかけ回してしまうこと。ぴょんぴょんと芝生の上を可愛く駆け巡ったかと思いきや、その口元には生け捕りにした虫が。取ったどーと言わんばかりのきなしゃんの様子に、田舎出身ゆえの反動で虫が苦手な私は、キエーと毎度思わず悲鳴を上げてしまいます。あなたは柴犬の虫ハント受け入れられそうですか？私はギリギリ、本当にギリギリ、どうにか受け入れ始めています。柴犬が虫ハンターになりがちな理由には、柴犬という犬種の歴史が関係してきそうです。というのも、柴犬はもともと猟犬として猟師さんと1対1のスタイルで狩りを行ってきました。そのためハンター精神も人一倍、いや犬一倍に溢れているんです。現代の一般家庭で暮らす柴犬には本格的な狩りをする機会はないと思いますので、その溢れんばかりのハンター精神を身近な虫を使って発散しているのではないでしょうか。実際に豆柴きなしゃんと暮らし始めて早3年。特に毎年夏になると、きなしゃんの虫ハンティングが非常に活発化します。理由は言わずもがな、虫たちが活発になるから。そして迎えた今年の夏、きなしゃんはついに初めてバッタを食べました。一応体に害はないとのことだったのですが、いや、今思い返してみてもさすがに目を疑う衝撃映像でした。これから柴犬を飼うご予定の方は、想像をはるかに超える柴犬のハンター精神に覚悟が必要そうです。次に柴犬を飼ってみて大変だった現実ランキング第4位、ヒヤリ子供対応。実は私自身、きなしゃんをお迎えするまで完全に盲点だったことがあります。それは柴犬と小さな子供が仲良くなるハードルが思った以上に高かったことです。例えば、きなしゃんを連れてお散歩に出れば、あ、ワンワンだと近所のお子さんたちが寄ってきます。親戚の集まりに顔を出せば、あ、きなちゃんだとおいっ子めいっ子が寄ってきます。それだけで済むなら何の問題もないし、むしろきなしゃんのことを可愛く思ってくれて嬉しいのですが、ちょっとこんな言い方をするとご不快に感じる方もいるかもしれませんが、せっかくこの動画をご覧いただいたからには現実的な話をしちゃいますね。バタバタと近寄ってくる小さなお子さんの多くは、犬に慣れていない、犬への接し方を知らないといった節が見られたりします。もちろんこれは私ときなしゃんの身の回りの話であって、すべてのお子さんに当てはまるわけではありません。実際には親御さんからきちんと犬への接し方を教えてもらっているお子さんもたくさんいるはずです。ただ私個人としては、犬に慣れていないお子さんと関わるたびにヒヤリと肝の冷える思いをしてしまうんです。というのも、犬に慣れていないお子さんの動きの多くが柴犬にとってみれば恐怖を感じる動きだから。大きな音を立てる、大きな声を出す、急に近づく、急に触る。まあ正直全部やんちゃ盛りのお子さんなら当たり前の行動なんですよね。この行動自体がどうと言いたいのではなく、私が一番恐れているのが、お子さんのこうした動きによって危機感を煽られた柴犬が噛みつき事故を起こしてしまうリスク。そうなってしまったら、柴犬もお子さんも飼い主も親御さんも誰も幸せにならないですよね。柴犬を飼うということは、こうしたリスクも含めて背負うということでもあります。あなたは覚悟できそうですか？実際に豆柴きなしゃんはこれまでよそのお子さんを噛んだことは一度もありませんが、それでもヒヤリとした経験は何度もあります。例えば我が家の親戚には幼稚園児の双子の男の子がいます。きなしゃんはその双子くんと何度も会ったことがあるのですが、会うたびに急に尻尾をつかまれたり、
真横をキックバイクで走られたり、クレートで休んでいるところを覗き込まれたり、といった嫌な経験かける2人分を重ねてしまった結果、きなしゃんはその双子くんが大の苦手になってしまいました。幸い事故は起きていませんが、いつかきなしゃんが限界を超えてしまうんじゃないかと思うとヒヤヒヤしてなりません。これから柴犬をお迎えしたい方は、お迎えした後の周囲の人との関わり方についても考えておく必要がありそうです。続いて、柴犬を飼ってみて大変だった現実ランキング第3位。どんな日もお散歩。今、第3位と言ったんですが、大変になる頻度で言ったら圧倒的に第1位かもしれません。これ、柴犬を飼ったら全員が一度は経験するあるあるです。もう言い切っちゃいます。柴犬を飼うと雨の日でも雪の日でも風の日でも風の日でも365日お散歩に行くことになります。365日ですよ。1日2回なら1年で730回です。言葉だけで聞くとそうなんだって感じですが、いざ自分が実行するってなったらすごい大変だと思いませんか？もちろん体力的にもだし、時間的にもスケジュール的にもいろいろ調整が必要ですよね。正直なところ実際に大変です。柴犬を飼うということは、今日から何年も先までの自分の生活、大げさに言えば自分の人生を変える覚悟が必要になってきます。ではそもそも柴犬がお散歩を欠かせない理由は何なのか。もちろんその子によってそれぞれ考えられますが、よくありがちなのが、1、トイレをお外でしかしないから。2、エネルギーが有り余ってしまうから。この2つの理由ではないでしょうか。例えば、この2つの理由を併せ持った柴犬がお散歩をお休みするとします。するとどうなると思いますか？トイレをお家でした後に静かに休んでくれる？違います。限界までトイレを我慢しながらお家で暴れ回ります。そして飼い主は結果的にお散歩に出るよりも大変な思いをすることになります。これが分かっているから柴飼いは毎日せっせとお散歩に出るんですよね。実際に豆柴きなしゃんもご多分に漏れず、どんな日も毎日朝晩2回のお散歩に出ています。中でも一番大変だったのが、私が病気で7日間の入院をしてしまった時。このチャンネルではたびたび柴犬の健康を保つために、まず飼い主が健康を保つことなんてお話をさせてもらっていたのですが、当の私が入院、しかも7日間もしてしまったんです。ブーメランとはまさにこのこと。きなしゃんのお散歩ルーティーンを崩さないよう、家族や親戚の力を借りてなんとか乗り越えましたが、柴犬を飼うならこうした想定外の事態に備えておくことも大切だと改めて実感させられました。人生は予定通り、理想通りにはいかないものですよね。あなたは柴犬のために生活を変える覚悟ありますか？柴犬を飼ってみて大変だった現実ランキング第2位、地獄のシャンプー。これも私の中ではかなりの誤算でした。豆柴きなしゃんはまさかのお家でしかシャンプーできないタイプの柴犬だったんです。柴犬のシャンプーが大変なのは他の YouTube 動画でも散々拝見してきたので、きなしゃんをお迎えした当初はシャンプーはお店に頼っちゃおうと決めていたのですが、きなしゃんをお迎えしてこの3年、きなしゃんがお店でシャンプーしてもらえたのはなんとたったの2回。生後 4,5 ヶ月のパピー時代に2回だけトリミングサロンでシャンプーをしてもらいましたが、その際トリマーさんから衝撃の申し出が、きなちゃんちょっと暴れ方がすごいのでシャンプーするにしてもドライシャンプーとかになっちゃうんで、ちょっとなんというか、できればお家でシャンプーしてもらった方がいいのかなというか要はきなしゃん、プロからシャンプーをお断りされてしまったんです。それが地獄のシャンプー生活の始まりでした。柴犬ってシャンプー苦手な子多いんですよね。なぜなら柴犬は元番犬ゆえに神経質で繊細な気質の子が多いから。
お風呂場ってただでさえ音が反響しますよね。そこにシャワーの音やらドライヤーの音やらが重なれば、そりゃあ気になって仕方ないと思います。そもそも体が水に濡れることに抵抗がある柴犬も少なくありません。とはいえ、衛生面的にシャンプーしないわけにもいかないというのが現実です。実際に豆柴きなしゃんの場合は2週間に1回私が自宅でシャンプーをしています。これまでの回数で言ったら通算70回以上ですね。70回シャンプーする間に私にもきなしゃんにも多少の慣れは出てきましたが、それでも暴れ続け叫び続けるきなしゃんをなだめながらシャンプーするのは本当に疲れます。体力的にも精神的にもすり減るので、予定が何にもない休みの日にしかできたものではありません。頼みの綱だったトリマーさんに断られるとこんなことも起こり得ます。あなたは地獄のシャンプー乗り切れそうですか？柴犬を飼ってみて大変だった現実ランキング、堂々の第1位、換毛期のイライラ。柴犬の換毛期が大変という話は、この動画をご覧になっている皆さんならきっと私が言うまでもなく一度は耳にしたことがありますよね。しかし実は一言に換毛期が大変と言っても、その大変さにはかなりの種類が存在します。例えばブラッシングが大変、部屋の掃除が大変、服に毛がつくのが大変などなど、換毛期に伴う何を一番大変に思うかは正直実際に飼ってみないとわからないことではないでしょうか。そんな中で私個人として豆柴きなしゃんの換毛期で一番大変だと感じるのが換毛期に伴うイライラ、略して KKIR、 オリジナル語です。抜け毛自体の処理が大変なのはもちろんなのですが、個人的には換毛期中のきなしゃんが精神的にイライラしてしまいがちなのが結構大変だなぁと思っています。というのも換毛期によるイライラは換毛期が終わらないことには解消できないからです。そもそも換毛によって大変な思いをするのは飼い主だけでなく柴犬側も同じ。換毛は人間でいうところの衣替えにあたります。人間ならクローゼットからお洋服を出し入れするだけで済む衣替えを、柴犬は自力で毛を生え変わらせて行っているんです。生え変わり中は体がムズムズもするだろうし、毛の状態と外の気温が合っていない日もあるだろうし、そりゃあ精神的にイライラすることもあると思います。人間だって真夏にダウンを着せられたらイライラしちゃいますよね。実際に我が家ではきなしゃんの抜け毛自体というよりかは精神的な変化、そう KKIR に振り回されがちです。毎年春と秋に入るときなしゃんはだいたいイライラして落ち着きがなくなります。お散歩に集中できなくなってしまったり、延々とカーペットをホリホリしてしまったり、尻尾の毛をカジカジと噛んでしまったり、換毛期以外ならおやつや遊び、スキンシップで解決できるイライラ行動も、換毛が原因でイライラしているときはブラッシングやシャンプーで体のムズムズを取り除いてあげるか、換毛期が終わるまでひたすら待つくらいしか対処法がないので困りものです。柴犬の飼い主になるのであれば、柴犬の宿命、換毛期への対応は必須になってきます。この現実、あなたは覚悟できますか？ここまで柴犬を飼ってみて大変だった現実ベスト5を発表してきました。これを知った上でも柴犬を飼いたいと思えますか？それでも飼いたい、そう思ったあなたはようこそ柴犬との暮らしへ。一緒に柴犬ライフを楽しみましょう。最後に一つだけ、柴犬を飼ってみて大変だった現実番外編として柴犬可愛すぎ問題について少しお話しして動画を終わりたいと思います。豆柴きなしゃんと暮らしていると、冗談とかではなく真面目に柴犬って可愛すぎない？この世にこんなに可愛いものが存在して大丈夫？なんて心配になることがあります。そんなきなしゃんとの毎日は
これまでの人生で味わったことのないくらい幸福で、どのくらい幸福かというと、幸福すぎて頭がおかしくなりそうなくらい幸福で、本当にどうしたらいいんでしょう。この柴犬可愛すぎ問題、ある意味ではきなしゃんをお迎えしてから一番大変だったことかもしれません。柴犬が可愛すぎて大変に感じてるのって私だけなんでしょうか。柴飼いの皆さん、うちも同じという方がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。